このような言い方があるんですね。無意味になることというより無意味にちょっと待ってちょっと考えます。なるほど。よく特に意味はないんですけど無意味なんですけどっていうふうに動くことの方が難しくないですか？ですからなんか意味のあることを繰り返している中でなんて言うんでしょう、そんなことが関係なくなる世界に行ってしまうっていう意味で無意味になることっていう意味はすごくフィットする感覚ですね。無意味に向かうというか無意味に変化するというかそんな感じでしょう。無意味を作り出すという意味ではなくてチェンジしていくようなイメージですね。やっぱり踊りを始めた頃はすごくダンスにルールがあると思っていたんですね。動きに何て言うんでしょう、法則があって動きをかっちり美しく決めるためにはこういうバランスでこういうふうに決めなければならないってすごくそのルールにとらわれてしまって、でそのルールが意外と難しいのでもうそこでぐるぐる回って出口がなくてそのルールすら守れないのにっていう状況がずっと続いていた時もあったような気がするんですけれども、全然そういうことと関係なくですね、体だけがわーっとなんて言うんでしょう、踊り出しちゃうような状態っていうんでしょうか。それは現れてはどんどん消えていっちゃうわけですよね。そのルールの中でこういうふうに行動しようと決めてからやってることではないので現れてはどんどんなくなっていっちゃうんですけど、で自分はあれ何やったっけちょっと覚えてないなみたいなことが続くんですけれども、こういうことが起きた時に必ず見た観客の方がですね、今日なんだかわからないけどすごく良かったっていうふうに言ってくださることが多くなって、もしかしたら今なのかなっていうふうに感じたことはあります。一言で言うのはちょっともったいないですけれども、一つ、現象です。いつ現れていつなくなるかわからない不確かな保証がない中でのなんて言うんでしょう、自分の肉体と精神または観客とのなんて言うんでしょう、駆け引きのなんて言うんでしょう、あり方というかそういうものになりたいなとちょっと思っています。ちょっと前の方がしたかもしれませんね。今は全然そんなことは考えていなくて、戻れなくなるっていうことの意味がちょっとよくわからないんですけれども、寝たきりでも何でもダンスはそこに現象としてあるものなので、パフォーマンスの内容は変わるかもしれませんがずっと続くと今は思っていますので、想像したりしませんししたくないからかもしれませんね。したくないのかな、したくないです。ありがとうございます。でも私意地悪な質問でワークショップに来てくださった方のアンケートで踊れなくなる時があったとしたらそれはどんな時ですかって自分はダンサーに質問しているかもしれませんね。 S ですねやっぱり。あります。褒めていただいてありがとうございます。というか私は私自身の努力で生きているとちょっと思いがちなんですけれども、こういう周りの方によって本当に
なんか平山素子っていう現象が生かされているようになんか今日は感じていて、なんか本当に一つ一つがなんかこうありがたい言葉で感謝したいと思っています。ありがとうございました。平山さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。番組的には以上で終了になります。最後に番組に対して何かご意見等あれば。なんかプロファイリングみたいで緊張しましたけど、とても面白く話させていただきました。なんか放送の方、今日の自分のことはちょっと置いといてなんですけど、放送の方を見ると本当に見てる側が勝手にこうストーリーを組み立てて答えを出していくやり方っていうのが見えるなと思っていて、それすごく私の舞踊作品の作り方にとっても似てるんですね。なんかこうヒントだけバーッとこうコラージュして出してって、答えはふわっとなんて言うんでしょう、なんか投げるみたいな感じなんですかね。なんかそういうすごく自分の作るものに似ていて、そういった意味ではなんか同じようなことを考えて番組作りをしてくださる方がいるんだなとちょっと感動しました。ありがとうございます、はい、すごい感動しました今の言葉に。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。